富士フイルム X キャスト旗本です。今回のテーマは XE5 特集第2弾、クラシックな見た目に最新の心臓部 XE5 の画質を決めるセンサーとプロセッサーの噂について解説していきます。早速いきましょう。さて、皆さんはカメラを選ぶとき画素数って気にしますでしょうか。4000万画素とかね、2600万画素とかね言われても正直ピンとこないという方も多いかもしれません。でもこの画素数とそれを操る頭脳が XE5 の大きな進化の鍵を握っています。今日はまず XE5 の性能を理解するための基本からお話しさせてください。カメラの性能を語るときに欠かせない2つの重要なパーツ、センサーとプロセッサー。これね、2つの違いよく曖昧な感じでね、理解されている方もいるかもしれませんが、まずセンサー、これはレンズを通して入ってきた光を写真の元になるデータに変換する、いわばカメラの網膜のような部品ですね。このセンサーの性能が良いと、より多くの光の情報をより豊かに受け取ることができます。そしてよく聞く画素数というのは、このセンサーがね、どれだけ細かく光の点をね、集められるかという数字ですね。例えば4000万画素であれば、4000万個の点で1枚の絵を作るという、簡単に言ったらそういうイメージですかね。この点が多いほど写真はより細かくくっきり写ります。後から写真の一部だけを切り取るトリミングをしても画質の劣化がしにくいというメリットもあります。で、次にプロセッサーですが、これはセンサーが集めてくれた光によるデータですね。写真データを処理して私たちがわあ綺麗とかね、そういう風に思えるような美しい写真に仕上げたり、あとはカメラの全体の動きをコントロールしたりします。カメラの賢い脳みそにあたる部分ですね。このプロセッサーが優秀であれば、富士フイルムならではの美しい色合いを再現したり、オートフォーカスを素早く動かしたり、撮った写真をサクサク表示したり、そういうことができます。つまりセンサーという優れた目とプロセッサーという賢い頭脳、この2つのコンビネーションがカメラの性能を大きく左右するということですね。はい、基本が分かったところで、いよいよ XE5 の噂に迫っていきたいと思います。XE5 には富士フイルムの最新第5世代のセンサーとプロセッサーが搭載されるのではないかと期待されています。まず新しい目になるかもしれない X トランス CMOS5 の HR の方ですね。このセンサーの噂について、ですが、これは4000万画素ですね。4000万画素も必要なのかなという、いらんのじゃないかなというね、声もちらほらと聞こえますけれども、実はこれね、いろんな意味があります。今回はそれは割愛しますけれども、 XE4 が今ね約2610万画素ですかね。画素数だけ見てもものすごいパワーアップですね。で、最後に後ろについてる HR というのはハイレゾリューションですね。高解像度の略です。写真がどう変わるかというと、例えば風景写真なら遠くの木の葉っぱ一枚一枚まで、ポートレートならモデルさんの髪の毛一本一本まで、驚くほど繊細に映し出せるようになるんじゃないかなと。で、この X トランス CMOS5 の HR センサーの大きな特徴の一つが常用 ISO 感度。これが125が使えるという点ですね。常用 ISO 感度、わかりますかね。画質をきれいに保っている感度の基本となる数値。この数値が低いほど光が十分にある日中の撮影などで、よりノイズの少ないクリアで滑らかな写真が撮れる。もし噂通りに XE5 にこの高性なセンサーが搭載されたら、
この ISO125 という設定が標準的に使えるということになって、画質にこだわる方には嬉しいポイントなのかなと思います。ISO をあんまり気にしてないというね、人もおられるかもしれませんけれども、すでにこのセンサー積んでいる XT5 とか X106 もそうですかね。こういうカメラたちの写真を見るとね、その実力は折り紙付きかなと。続いて、新しい脳みそになるかもしれないという X プロセッサー5。こちらの噂ですが、これはすでに XH2S、XH2、XT5、XS20 ですね。そして、X106 ですか。結構使われてますね。もうね、すでに。実績もできてるのかなと。こういう新しい頭脳がね、クラシックなスタイルの XE5 にも入るといいなと期待されてます。これは前の世代の X プロセッサー4と比べて計算速度が約2倍になっているそうです。速くなっているということですね。これによってカメラの起動やメニュー操作などが今まで以上にサクサク快適になるはずと。で、すごいのが AI。もう最近何でもかんでも AI 入ってきてますけれども、人工知能ですね。これの活用。でね、人の顔や瞳だけでなくて動物、鳥、車、電車、バイク、飛行機、様々な被写体をカメラが自動で見つけてピントを合わせてくれる。合わせ続けてくれるというね。動き回るペットとかね、子供の撮影でもシャッターチャンスを逃しにくくなるので、これも助かる人多いんじゃないかなと思います。富士フイルムのカメラといえばやっぱり美しい色の表現、フィルムシミュレーション魅力なんですけれども、こちらも進化が期待できます。GFX100 Mark II や XT50 ですかと X106 などに搭載されて話題になった新しいフィルムシミュレーションリアルエースですね。これも XE5 に搭載されるかもしれません。これどんなんかというと、見た目に近い忠実な色再現とちょっと固めの階調表現を両立させたモードですね。目で見た印象に近い記憶に残るような写真が撮れると言って評判になってます。私はまだ試してみたことがないので、実際ね、どうなのかはちょっとわからないですけれども、使えるようになったらいいなと思ってます。クラシックな雰囲気の XE5 でこの新しい色の表現が楽しめたら撮影の幅が広がりそうですね。はい。そして動画機能もパワーアップされるんですかね。私は今のところ XE4 で動画を撮るというのは、ほぼない。時々やるぐらいなんで、動画に関しては情報あまり詳しくないんですけれども、XE4 が 4K30p ですかね。これがパワーアップされて 6.2K になると。4K よりもさらに高画質な動画が撮れるようになるかもしれないということですね。6.2 ってね、何がすごいのと思ってしまう人もいるかと思いますけれども、簡単に言うと後から映像の一部を切り取ってね、使うこともできると。で 4K 画質も保てるというね、そういう感じですかね。使い方によってはいろいろね、できるんじゃないかなと。一つの映像からね、アップの映像と引きの映像両方使うことができるというので、編集の自由度はかなり高まるのかなという気はしますね。あとはよりシャープに、することができるみたいですね。6.2K で撮った映像を 4K サイズでギュッと凝縮するということで、元々の情報量が多いのでね、よりシャープな綺麗な 4K 映像を作ることもできるそうです。あとは F-Log2 ですか。これもちょっと私は
動画には詳しくないのであまりよくわかりませんけれども、映画のような雰囲気の映像表現も可能になるそうですね。いろいろ自分の好きなイメージで編集できるという感じでしょうかね。最後にバッテリーですが、この新しい X プロセッサー5、実は XE4 に搭載されていた X プロセッサー4と比べて省エネ性能も向上しているそうです。ただね、XE5 4000万画素の高画素センサーとかね、あと他にもね、電力消費が結構ある部品も入ってきそうなので、全体として、バッテリー持ちが XE4 より良くなるのかどうかちょっとわからないですけれども、プロセッサー自体は効率的に少ない電力で動くように進化していると思われます。クラシックな見た目の中にこんなにもパワフルで実績のある目と頭脳が搭載されるかもしれない XE5。楽しみですね。ここで、リスナーさんからの質問ですが、4000万画素のセンサーになると古いレンズやコンパクトなレンズでは性能を活かせないのかという質問なんですけれども、実際のところちょっと私も4000万画素センサー使っていないので、わからないですけれども、おそらくなんですが、古いレンズでもね、画素数が少ないカメラで使うよりは悪くなることはないんじゃないかなと。ちょっと曖昧な答えになりますけれども。むしろね、今まで気づかなかったレンズの細かな描写力に気づけるかもしれませんね。なので、お持ちのレンズでね、新しいセンサー試してみてほしいですし、私も試せたらいいなと思ってます。例えば、XF35mm ね、F1.4 ありますけれども、あれをその4000万画素のセンサーで使うとどうなるのかなというのは気になってるところですよね。皆さんね、試してみた人いたら見てみたいですね。XE5 特集第2弾いかがでしたでしょうか。クラシックな見た目の中にとんでもない頭脳と目を隠し持っているかもしれない XE5。これでどんな写真が撮れるようになるのか、楽しみですね。次回は予定ではこれまた大きな注目ポイントであるアイビスですね。アイビス、これはボディ内手ブレ補正の機能ですね。これについてお話しできればなと思っています。もっと X シリーズの情報が知りたい方はぜひこのポッドキャストのフォロー、そして YouTube チャンネル富士 X キャストの登録もお願いします。ポッドキャストは Listen、Spotify、Apple Podcast などで配信しています。各種 URL は番組概要欄をご覧ください。富士フイルム X キャスト旗本でした。それではまた。